GoPro Hero 11、GoPro Hero 11 Black Mini、GoPro Mini ですね。こちら届いたんでちょっと使ってみたいと思います。結局GoPro 11の画面がなくなってちっちゃくなったっていうバージョンで、性能そのものっていうのは GoPro 11とそんな大差ないというか、で、私普段GoPro Hero 7ですね、7ブラックを使ってるんですけども、そっちと比べてもね、正直質量的な、持った感じとか質量的なものはそんなに大差ないなというのが第一印象です。11の普通の画面がついてるやつはそもそもかなり大きい、ヒーロー7と比べてもかなり大きくなっちゃっているので、そっちと比べればちっちゃいはちっちゃいんですけども、昔の GoPro、だいぶ前、何世代か前のものに比べるとそんなに質量は変わんない。グラムもこっちの方がちょっと軽いぐらいなのかな。持った感じほとんど変わんないですけどね。ヒーロー7持ってた私からすると、電池交換ができなくて画面がなくなった代わりに、性能が良くなった。性能が良くなって、ちょっとこうシェイプされた感じですかね。パッと使った感じね、この画面がなくて設定とか難しいんじゃないかと思ったんですけど、ここの画面だけでね、結構、ここのボタンと選択決定っていうのだけで結構簡単なね、4K にするとか 2.7K にするとか HD にするとか、広角かハイパービューかとかっていう選びここでピッピッピッとできちゃうんで、こっちの方が反応もいいし早く決められるんで、いいのかなっていう気はします。普段パッと使うときはね、せいぜい難しい設定ってやらないと思うんで、逆に簡単でいいかなと思います。細かい設定はアプリを通さないとできないんですけども、やっぱ皆さん一番気になるのは電池交換ができないんで、持ちがどのぐらいあるのかっていうところだと思います。ヒーロー7と比べたところで性能がいいのは間違いないんで、ヒーロー7と比べるっていうところより電池交換ができないことに対する運用の方を実際使ってどうなのかっていうところですね。それをちょっと検証したいと思います。細かい性能とかはね、他のYouTuber さんのやってるやつとか、そのあたり見ていただければわかると思います。早速、首都高 C2 かな ?C2 に乗って撮影をしているところです。設定はね、4K の 60fps ハイパービューという一番これ広角なカメラ設定ですね。私普段ヘルメットマウントで安定化、いわゆる手ブレ補正ですね。手ブレ補正とかはかけずに、そのままもうヘルメットにマウントして、首とかね、顔でこう衝撃を吸収できるので、安定化とかしなくてもオンロードであればそんなに問題なく映像を映せると。でそうするとね、画角が広く撮れるんで、通常手ブレ補正をかけると画角がその分ちょっとクロップされて狭くなっちゃうんですね。それがクロップされずに最大で広いままで隅々までいろんな映像を映せると。 GoPro Hero 7の時は 2.7K の 30fps のスーパービューで撮影してました。 4K もできるんですけども、 4K と 2.7K の違いっていうのがスマホとかパソコンぐらいの画面だとそんなにわからないというか、よく見ないと気づかないレベルだなと。よほど大きい、50インチとか60インチとかものすごい大きいテレビ画面とかで見るとさすがに違いは分かってはくるんですけども、実際 4K とかで編集するとですね、もうデータが重くてパソコンがもうずっとワン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 なってるんで、編集とか実務上ちょっと 4K 撮影って厳しいなと思って 4K はあんまり撮ってないんですね。で 60fps っていうのもデータ容量が大きくなっちゃうっていうのと、これ今 60fps なんですけどですね、これはこれで綺麗な映像でスピード感もねあっていいなと思うんですけども、そもそも何でしたっけ、人間の FPS って一番こう馴染みがいい FPS って 24fps、 いわゆる映画とか確かそうなんですよね。24で設定されてるんですよね。だからあんまり映画とかヌメヌメ動かないんですけども、人間にとってねそっちの方がしっくりくる、見やすいっていうのもあったりして、あんまりこのコマが1秒間に何個も入ってるかっていう、その FPS ってあんまり多く取ってもしょうがないなと思って、だいたいもう容量的にもバランス的にも一番いいのが 2.7K の 30fps でいつも撮影をしておりました。で今回のこの GoPro Mini ですね、 GoPro 11 Mini というのは、GoPro 11もそうなんですけども、ハイパービューというスーパービューのもっと上、もっと画角が撮れるよというのが新しく出たんですね。ただそのハイパービューっていうのが 4K で 60fps 以上
か 5.3K で 30fps、24fps かな、かなり解像度、容量を食う形でないとハイパービューが使えないんですね。なんでハイパービューが使いたくてもこの大容量でないと使えないと。今編集してる最中ではあるんですけども、これ転送だけでもかなり時間がかかるし、編集してる最中もずっとね、ワンワンこうパソコンがもううなってるんですよね。Core i9 のプロセッサーと結構高いというか結構性能のいいオプションをいっぱいつけた、デスクトップパソコンなんですけども、それでもこうワンワンうなってるんで、結構これ負担かかってるなっていうのは感じますね。あとハードディスクとか SSD の容量かなり食うんで、やっぱり 2.7K とか フル HD でも全然いいんですけどね。できればもう少し容量がちっちゃい形でのハイパービューっていうのが、できないもんかなと。これはもう機械的なもんなんですかね、ソフトウェア的なもんなんですかね、わかんないですけど、どっちにしてももうオーバースペックですよね。かなりオーバースペックな状況でないと、このハイパービューという撮影方法が使えないという欠点というかネックはありますね。ただご覧の通りかなり広く画角が撮れるので、これに関してはいいんですけども、若干端っこがね、端っこというかもうかなり魚眼レンズっぽい感じですかね。こうまっすぐね、これ前を向いて走ってる分にはそんなでもないんですけど、こうちょっとね、これ顔傾けたりするとですね、もうバイクのこのミラーとかこの車もそうですよね、かなり横がグワーンと伸びていく感じはしますよね。画角が広く撮れるので情報量は増えるんですけども、じゃあそれが自然かどうかっていうとどうなんですかね。ちょっと魚眼レンズすぎるのかな。こういうギュイーンギュイーンって今伸びてる感じですね。こういうのもちょっと魚眼レンズすぎちゃうかなっていう気はします。であとこの高解像度 5.3K とか、4K60fps ぐらいになってくるとかなりこれ GoPro 自体にも負担が大きくて、電池ですね、電池の持ちが悪くなっちゃうっていうところもありますよね。できれば、もう 2.7K とかで電池の負担を少なくして、なるべく充電や電池交換を少なくしたいっていうのもあって、そういう設定にもしてたんですけども、このハイパービューを使う以上は電池の持ちとかは厳しい状態になってしまうということが前提ですね。でこれ首都高を走ってまずこの今 4K の 60fps でどれぐらい電池が持つのか、もうゼロになるまで使ってやろうということでちょっと試しました。で一回ね、これ首都高 C2 走って、仕事というか用事で一回これ板橋のインターで降りるんですけども、で降りた時点でね、13分ちょっとかな撮ったんですけど、それで 30% ぐらいもうなくなっていました。その後またね、移動で外環自動車道に乗って東北道に乗ってまた桶川の方まで行ったんですけども、とりあえず 4K の 60fps で、49分、そうですね、だいたい49、50分ですね。50分、1時間持たない感じですね。1時間持たない感じで撮れました。残り 1% みたいな表示にはなってたんですけども、それをアンカーのモバイルバッテリー、そちらを使って、充電をしました。で充電時間っていうのもね、オフィシャルじゃ2時間とか書いてあるのかな。結論的には1時間半で 100% まで回復しました。でそこからまた、撮影をしたんですけども、次は設定をですね 4K の 60fps で、スーパービュー、ハイパービューじゃなくてスーパービューで撮影をしました。でスーパービューで撮った時はですね、60分ですかね。だいたい58分とちょっと約60分なので、10分ぐらい電池の持ちが伸びたということで、ハイパービューっていうのはそれなりに電池を消費するんだなというのが分かりました。おそらくこれがいつも撮ってる 2.7K の 30fps だとおそらくもっと1時間以上は持つんじゃないかなという気はします。1時間以上持つんだったらいいとは思うんですけども、やはりロングツーリングとかね、ちょこちょこ撮ったりするんで1時間じゃ足んない時もあるんですよね。その映像全部使うかどうかは別としても、それなりに画像っていうか絵的には欲しかったりするんで、そういった意味で言うとちょっと1時間ちょっとじゃ物足りないかなと考えると、モバイルバッテリーを持った状態で休憩とか映さないときはもうちょこちょこ充電をしながら
運用するか、それとももうこう撮影しながらもモバイルバッテリーとかもしくはバイクから引いた USB 電源で給電してしまうかっていう形の運用の仕方になると思います。そう考えるとね、結局 2.7K で 30fps で使うというのであれば、正直GoPro 今もう一つ持ってるねヒーロー7でもいいっちゃいいんですよね。もちろんヒーロー7よりは安定したヒーロー7よりいい絵が撮れるんですけども、ちょっとね正直まだ来たばっかりなんでね、どのように使うかっていうのはいろいろ使いながら模索していくしかないかなという気はします。どちらにしてもバッテリー交換ができないということなので、かなりこう充電を気にしないといけないというデメリットはあるんですけども、ただ GoPro のね最先端の映像クオリティが取れると。だからあれがいいんじゃないですか。サーキットとかも走る時間が決まっている、ここのコースをどんぐらいで走るとかもある程度もう決まっているとこで、もうここ一番っていうとこでハイパービューとかもう 4K だの 5.3K だのいい画像でドーンと撮る、どうしてもこう撮り逃したくないっていうような状況でドーンと撮るような時はいいのかなっていう気はします。ちょこちょこ撮ったりとか、かなり長い映像になってしまうという時であれば、むしろそういう電池交換のできるね普通のヒーロー11とか、もしくは旧世代の GoPro でもいいのかなっていうような気はします。運用の仕方によってはうまくできるかもしれないので、またテストしてみたいと思います。